早くバイクに乗りたいのか、早く仕事を探せっていう優しさなのか、友達と話してると納車をせかされてるように感じるようになりました。三鷹です。これを再カスタムしてかっこよくするのって結構大変なんだよってことで前回の続きなんですが、フィッティングとかの調整は終わってるんでサクサクっと完成するだろうとこの時は思ってました。この時はただそれって頭の中で組んだ予定であって、実作業に転校、やる気の問題もあって実際はその倍ぐらいの時間がかかってます。まずはいろいろとばらしていく過程でエンジンも下ろすんでエンジンオイルを抜きます。2年ぐらい変えてないらしいけど走行距離が少ないんで割と綺麗。年数劣化があるんで年1ぐらいで変えた方がいいと思うけど、株なんでね、別に気にしなくても油が入ってりゃサラダ油でも大丈夫らしいからいいとは思うけどね。そしたらマフラーを外すために潤滑油を刺して軽く緩めてからナットを取ってマフラーをうまいこと通せば外せます。次にフューエルホースを外してからのタンク外し。この FY 式のフューエルホースを外すのにコツがいるってのは内緒。チェーンは外して再使用するんで回転方向がわからなくならないよう片方のジョイントは抜かずに外します。配線とかがエンジンにつながってないのを確認したらボルトを抜いてエンジンを下ろします。リア周りのパーツを外しておいてタイヤを外すんだけどフランジが抜けないのでとりあえず残しておいて先にタイヤを外します。フロントタイヤを外してフロントフォークを外します。フロントフォークは塗装するんでサスは抜いておきます。そして問題なのがセンタースタンド。カブにはよくあることなんだけどシャフトとセンタースタンドがサビで固着して外れません。見ての通り固着してシャフトとセンタースタンドが同じ動きをします。これって結構最悪なパターンで、抜くのにセンタースタンドを切るか手間をかけて固着してるサビをどうにかするかの2択なんだけど、今回は手っ取り早くセンタースタンドを切って終わらせます。固着をどうこうして外すってのもいいんだけど時間がかかるし、オーナーがセンタースタンドを使った記憶がないっていうぐらい不要らしいので手早く終わらせるために切ってシャフトだけにします。ちなみにバーナーでチンチンになるまで熱してから叩いても取れなかったから切るんであって、いきなり固着してるからって切るわけじゃないんで勘違いしないように。そしたら外したパーツを磨いていきます。センタースタンドを切ってシャフトを抜いたら外せるブレーキペダルの磨きです。このパーツメッキ加工されてる上に錆止めもされてます。ブレーキっていう重要パーツだからとは思うんだけど、反対側のシフトペダルはメッキだけです。両方ともすればいいのにコストの問題なのか材質の問題なのかようわからん。とはいえ一度錆びてしまったら錆止めも意味ないんで、錆止めクリアを拭くために全体を磨いておきます。もちろんホイールブラシでついた傷はコンパウンドで磨くんで、そこそこ手間のかかる作業ですね。ホイール内側の錆が思っている以上にひどい。スポークの穴から入った雨水が抜けないから錆が発生するんだけど、こうなってしまうとメッキも型なしですね。意味がありません。腐食もしているし。交換するのが一番なんだけど、お金も手間もかけれないんで、一旦錆を全部取ってから使えるかどうか判断します。しかしタイヤ交換するときにバイク屋は気づいてたとは思うんだけど、錆を取って錆止めするってことはしないのが普通なのかな。詳しく知らんから何とも言えんけど、錆を取ったら次に塗装を剥ぐんだけど、ホイールブラシじゃ思った感じには取れなかったんでスクレッパーで剥いでいきます。ただこれも簡単には剥ぐことができなくて、だいたい1本1時間ぐらいかかってます。動画だとサクサクやってんじゃんって思うかもしれないけど、これでも映えを気にして塗装がパリパリになってたとこあったでしょ。あの辺を剥いでるシーンになります。それでも簡単じゃないんだから、他のところの苦労は想像してください。大変でした。あと塗装がパリパリになってた原因をマフラーの熱とかパンクしてる状態で走ったからホイールの歪みがみたいなことを言ってたけど、原因が分かりました。猫のしょんべんですわ。あの辺野良猫がうろうろしてるし、一度しょんべんというかマーキングされて色が変わってるのを見たんで、間違いないかと洗車しとけって言った記憶もあるし、あれで塗装が弱くなったというか、下がメッキだからパリパリに剥がれるようになったんでしょうね。そして塗装でいっちゃん大変なのが下地作り。
バイクなんでほとんど手作業で磨くんだけど、地味で単純な作業のだけに磨いてると闇落ちしそうなぐらいろくでもないことを考えてしまうやっばい作業です。なしなし親父にはダメージはでけえんだけど、本職の人はどうしてるんだろうね。根垢だとしても限界あるでしょう。下地が出てるのは錆があった箇所、塩害にやられてるんで結構多いです。あと海外の動画みたいに塗装を全部剥ぐってのはやりません。日本の鉄や塗装は質がいいのでやるだけ無駄です。ただ株に限ってはやってもいいかも。年代物ってわけじゃなくて、ただ単純に鉄の質が悪いような気がする。あとスプレー缶のプラサフはいまいちですね。膜が薄いというかなんというか。そしたら凹凸を埋めるためにパテを塗って磨きます。ちょっと厚塗り気味になってるけど、曲線に仕上げるにはしゃあない。板金しとけばよかったけど、曲線なんて無理すぎます。全体にサフを吹きました。サフに良し悪しあるのか知らないけど、スプレーガン最高です。缶とは違って厚みのある感じに仕上がってます。スプレー缶でこの面積を塗ろうとしたら何回必要になるかわかんないんでおすすめはしませんが、塗装前にプラサフは吹くようにしましょう。あとサイドカバーが純正の黒のままではせっかくのカスタムがもったいないっていうことで2本のラインを作るためにマスキングをしたんですが、これがマジで大変でした。ラインテープを貼るだけなんで簡単そうに思えるかもしれないけど、横向きにした卵よりいびつな形をしたこのサイドカバーに線を引くのも難しいのにテープを貼るっていうのがまた高難易度で、しかも卵型で見る角度によって線もテープも歪んで見えるっていう無理ゲーね。下書きしようにも定規は使えないし、糸やら何やら使っても歪む。この時だけはレーザー水平器とかラインレーザーとかあればと後悔しました。今後も似たような作業をするし DIY にも使えそうなので購入してもいいかもしれないですね。マフラーや周辺パーツを磨いてるシーンをちょろっと別動画にしちゃってるけど、かなり綺麗に仕上がってるんで気になる方はそちらを見てください。そしたらもう手遅れってぐらいサッビサビのステムプレートを磨いていくんだけど、やっぱり手遅れですね。なんで手遅れか、磨いてるプレートを見てもらえればわかると思うけど、サビを取っても腐食でプレートが穴ぼこだらけです。再使用するならこの穴をどうにかするか、最近便利だなーって思ったチッピングコートでごまかすしかありません。今回はデコボコが目立たなくなるぐらいまで磨くつもりです。磨くといっても手作業では時間がかかるんでエアツールを使います。ただ板金用なので削りが甘い。しかも錆びてるところがへこんでるんで狙ったところが削れないっていうね。他の道具を駆使して平らに仕上げます。ある程度仕上げたんでサフを拭いて穴を確認します。動画じゃ分かりにくいけど結構残ってます。この際裏面はどうでもいいにしろ表面は仕上げないとね。あとニュートラルとウインカーの LED を仕込まないと。左右対称になるように線を引いて穴開けポイントを探ります。これで小さな LED が取り付けできます。プラスチックのステをつけて LED を押し込めば完成ってなります。小さいけど LED なんで光量は十分。しかも膝のところにメーターやらシグナルランプがありがちなカスタム株にしてはランプがハンドルのところにあるんでかなり見やすいかと思います。あとは細かい作業をして仕上げの塗装ですかね。オーナー希望の色に塗り終わりました。別作業で放置してたんでホコリかぶってますが、見ての通りオレンジ色です。正直株にオレンジは合わないと思ったんで、それとなく説明というか説得はしたんですが、オーナーの強い意向には逆らえずこの色になりました。確か真っ黒の黒株の時は塗装後ダサいって思ったけど、組み上がったら予想以上にかっこよくてびっくりした記憶があるんで、案外今回もいい感じになるんじゃないかって期待してます。厳密な色としては日産のコロナオレンジ。塗装がバカ高くていつもの 2.5 倍ぐらいしたんですが、さすがに高いだけあって日の光が当たるとオレンジじゃなくてほぼゴールドって感じになります。あと動画でもわかるぐらい光の当たり具合で色の濃さがすごい変わります。さすが高いだけはある。そうしたらサクサクっと組んでいきます。パーツを組むだけなんでナレーション入れようにも喋ることがないのがバイク整備の欠点かもしれません。ベアリンググリスはそこそこ多めにしておいてフロントフォークを組みます。センタースタンドがないので多少手間ですが、フロント周りを適当に取り付けておいてタイヤをはめます。
エンジンを組み付けます。後輪をつけてしまうと裏配線がめんどくさくなるんで、先にテールやウインカーを取り付けて配線処理をしておきます。がっちり取り付けできてます。ウインカーにはナットを追加して裏側に飛び出しすぎないようにしてます。チッピングコートを施した荷台を取り付けします。リアタイヤを取り付けます。今回ジャッキを使ってるんでボルトを入れやすい高さに調整してますが、何気にやりやすいんでこの手法ありかもしれません。ただジャッキを持ってくる手間を考えたら面倒ですけどね。別動画で綺麗にしたチェーンを取り付けます。超音波洗浄機でめっちゃ綺麗になったチェーン、錆止めのために浸したオイルが浸透しているようでかなり減ってます。拭き取ってはいますが、納車後チェーンカバーからオイルが漏れてるっていう連絡が。それ拭き取りが足りなかったっていうのもあるけど、回転する遠心力にはかないませんよ。洗濯機の脱水ですや。塗装を傷つけないよう慎重にチェーンカバーを取り付けます。その前にチェーンガードを拭く予定だったんだけど、完全に忘れてますね。これだけオイルがついてたら問題ないでしょう。配線処理を終わらせてからタンクを取り付けます。不要になったマスキングを剥がしていきます。タンクキャップの周りは開閉で塗装が剥がれるんで、少し間隔を空けて塗装してます。フューエルゲージの方のマスキングは隠れるんで適当にしてますね。あとは各種パーツを取り付けてゲージが斜めにならないよう調整して締め付けます。パーツがちょっと白くなってるのは湿度の影響ですね。ホコリまみれになっているサイドカバーにキーシリンダーを塗装を割らないように注意しながら押し込んだら車体に取り付けます。そして最後にレッグシールドで傷をつけないように注意しながら取り付けたら、今回のカスタム株の完成となります。ちょっと室内ではオレンジが暗く見えますね。ということで納車後1週間ぐらいしてからですが、外で撮影してきました。この頃連日雨が続いて納車日も雨だったんで撮影ができずこのタイミングになったんですが、太陽が真上にあって綺麗なオレンジ見せれてないですね。と言っても今更遅いんですが、どうですか皆さん的に黒とオレンジ。太陽が当たるともっと明るいオレンジになるんですが、いまいち伝えきれてませんね。フロントフェンダーはいい感じに照らされてて、やっぱり残して正解でした。上からの光を受ける数少ないパーツですしね。あとこのヘッドライト結構明るいに調べたんですが全然見つかりません。配路を切り替えないしヘッドライトじゃないのではってことで角めの LED ライトで調べたら用途が違うけど出てきました。まさかのワークライト。軽トラの荷台とかにつけるみたいです。ただ3000円台でこの明るさはおすすめかもしれない。そしてリアサスのリザーバータンク、値段的におそらくフェイクだとは思うけど、すっきりしがちな株のリアにはいい感じですね。サス時代の作りも悪くないし、サイドカバーのラインもいい感じ。エンジンカバーからチェーンガードまでの艶消しブラックも統一感があって好きですね。そしてこうやって全体を見るとスカスカしてるところもないし、いい感じかなと。ただ書類を入れるためにサイドカバーを開けたんでしょう。血とラインが斜めになってる。後ろもでっかいテールが荷台との絶妙なバランスで、急に細くなるわけでもなく、細いのにでっかいテールがあるわけでもない、いい感じのバランスが出てます。ただメーター内の4つのランプは使い物になりませんでした。ハイセンスとか付属してなくて独自で調べないといけないという素人殺しの仕様なんですが、元プロの似たかには効きません。ただ付属してるカプラーが押すだけっていうのは効きました。メスがないのにどうやってカプラーつなげるんやっていう話です。どっかのバイクに合うやつはあるかもしれないけど、それを探す方が無理ゲーです。そしてこの LED ランプ全部プラス側制御でマイナス端子は1本。ウインカーとかはいいんだけど他がマイナス制御なんで全く使えなかったです。相当手の込んだことをすれば使えないこともないけどもよ、そこまでの価値は見出せなかったですね。なんで今は LED4 つともエンジンチェックランプにしてます。他のランプは別に取り付けて確認できるようにしてるんで、マフラーは艶消しの耐熱ブラックにして、アーチジガードは艶ありブラックにしてます。といった感じで全部かな。ウインカーは埋め込んでるし、メーターのケーブルも短くしてます。フロントフェンダーはあった方がいいと思うけどどうですか？横から見た時
ちと短くしすぎたような気もするけど、フロントフェンダーがなかったら前輪のオレンジが少なくなりすぎると思いませんか？てなことを考えると、フロントフェンダーはあった方がいいと思う三鷹でした。ではでは、またバイクをカスタムすると思うんで、その時またね。